暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。番組のパーソナリティダークシナイダー役の谷脇翔です。皆さんごきげんよう。さあ9月に入りまして、本日9月の14日、この日は個人的にとても思い入れのある日でして、忘れることがないんですけれども、まずね、1996年、今から遡ること26年前のこの日9月14日は、大好きだった時の彼女と初めて、あれはねキャナルシティっていう福岡のね映画館にねスワローテールバタフライを見に行った日なんです。その時の版権をしばらく持ってたんだけど、無事紛失いたしました。26年前の話。そしても最近ですね、記憶に新しい2019年3年前の今日がですね、札幌で私がアキレス腱を切ってちょっとプチニュースになったというですね。その日が9月14日、オペした日が9月17日だったんですけれども、いろいろとこう9.14 ということで、私は谷山気象市において、その影を落としてるわけですね。影を落とす、忘れ得ぬ何かこうねご縁のある日なのかなというふうには思ってますが、本日から配信がね始まるので、後編がね、ぜひ、気合い入れて皆さんも明日っすね。明日なんですかね、9月の14日ってことは明日ですね。9月の15日からなんで、僕の中ではもうフラゲしてますから、気持ち的には今日からもう見てますよ。なんならもう見れちゃってる感じがするんですけどもね、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、この番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してみてください。 Twitter の方はすべて小文字ハッシュタグバスタード_ラジオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。さあ、先ほども申し上げましたけれども、今日が9月14日、明日からですね、9月の15日からいよいよ14話から24話怒涛の後半、が全世界配信されるということでございます。その前の13話までがなかなか壮絶なところで終わっていたので、とても気になってるねファンの方も多かったと思います。僕も早く見たいなと思ってたんですけれどもね、だからものすごい長い間、心臓を引きちぎって絶叫したまま待ってるダークシナイダーと、いうところでございます。ようやく物語がまた動き始めるといったところでございます。明日の配信をぜひ、お見逃しなく。そして前回はアシェスネ役の日笠陽子さんが来てくれました。来てくれたはいいけど、僕の目の前にダメだ落ちてたという、大変こう日笠らしいエピソードを添えてね別に彼女が添えたわけじゃないんだけど、誤解なきよ皆さんね。なんか彼女のね学生時代のあだ名がゲルだったとかね、ちょっとなんか人に歴史やりたいなって、どんな歴史だっていうね、ちょっと勝手に振り返ったような、あいつってそんなやつだったんだとかねありました。さあ今回もですね、ともりる日笠に続いてですね3人目のゲストということになります。こちらの方、失礼、この後すぐのご登場です。お楽しみ。もう笑い声で分かってっかな、ファンの方はね。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあここからはゲストと一緒にお送りしていきます。お待たせしました、ご登場いただきましょう。この方です。岩井俊二監督のサイン本を持ってます。どうも、ガラ役の安本ゆるきです。ご本人のいただきました。ご本人からなんか岩井俊二さんの作品の朗読をするって企画があって、その時にわざわざ5本くださいました。それいつ頃ですか？去年ですね。最近で。すげえいい方でした。いや、俺はねだから日本の映像作家、映像監督の中で一番ロマンチストな方だと思いますね。でもとっても作風とかスワローテールめっちゃ懐かしいと思う。エンタウンバンドね。エンタウンバンドチャラがボーカルの。そういいなとか、僕ラブレターとかも好きでしたけどね。豊悦さんと中山美穂さん主演のね。綺麗でしたからね。ものすごく。さあ、そんな話じゃないんだ。じゃあまずそうだ、28時間お疲れ様でございます。そんな番組やってまいりましたちょっと前ですけどね、やらさせていただきました無茶な企画だぜと思いながら。すごいね。
みんなどうでしたかあれは体力的には。いやなんか何が何だか分かんなかったけどやったらやったでやってよかったのかなと思いました不思議な感覚でした。安本ちゃん28時間分のどのくらい？俺は頭の18時から夜中の2時ぐらいまで行って、その翌日は17時ぐらいから23時までいました。すげえな間に別のイベントやってきました。いやいやおかしいよ。だって7月に配信されたね、このバスタードのアニメ配信開始記念特番でも MC とか。いやあれはもう MC っていうよりも好きなこと勝手に喋ってる軍団の進行だけやっただけなんで、なんか稼げるうちに稼いどけみたいな感じがそんな切な的な考えではないんだけどいっぱいやっとくぞ俺はっていうね。いやもう基本的には森久保さんスタイルで言われたものは全部やろうと思ってるんで。いや森久保さんまで節操ないからね。そんな言い方もよくない当番組関係ねえんだけど翔太郎さんは節操ないねあれは本当に。森久保さんスタイル尊敬してるんで、森久保スタイルでいきたいダメだやめなさいごめんなさい余計なことばっかり言っちゃうんです僕はそういう癖があるんです本当に今のところにダムとか入ってるのかなダムではねいっぱい入ってると思いますよこの番組は。僕はだから前回ね、やっぱこれ勘のいいリスナー諸君ならもうお気づきでしょうね、生じゃないんですね。だからタイムラグがあるもんですから、もう終わりましたけれども、仙台育英高校の優勝で幕を閉じたんですけどもね、全然まだ1回戦2回戦が終わったぐらいだったかな前回取ってたのが、その時に僕はどうせ当たるだろうと俺の予想は、大阪桐蔭優勝ね、で下関国際はベスト8まで行くも惜しくも敗戦っていうところですね。これはもうどうせ当たってるだろうからそのまま使ったらもうなんかとてもかっこいいことになるなと思ったら、まさかその大阪桐蔭をベスト8で下国が破るっていうね。すごかったっすよトリプルプレーとか俺も大感動しちゃって。あれ俺ずっとだから出先で見てたけど仕事と仕事の合間だったんだけどもね iPad でずっと見てたんですがすごかった。俺新宿の街中でガッツポーズしたもん一人。いやわかりますチャリにまたがって。俺も仕事の合間で1回帰って結末見届けてから次の仕事行ったんですけど、ちょっとテンション変でしたもん俺。なぜなら安本さんも実はですね知る人ぞ知る出生地が山口なんですよね。ちょっとねいずれ2回出ていただきますからその間で山口トークもできればなと思うんですけれどもね。はい、そんなこんながあってですね、こちらのバスタードのですね、原作原画展も好評のうちに終了したということで。そうね、アメリカじゃねえアメリカアメリカでやってたの大阪でやってたですね。大阪タワーレコードアベノフープ展スペースアベノで開催されておりました。スペースアベノなぜか今アメリカって言いそうになりましたアメリカ村なんてのありますからね。そうアメ村のこともちょっと思っちゃいましたけど、ありますけれどね。いや安本さんはね行けなかったんですよ僕。でもこれ正直収録してる段階でまだやってるから大阪だとワンチャンあればぐらいのね気持ちではいます。見たいですからね実際。そうですよね。僕もね何を隠そうあっちの方には何ですか天王洲アイル。天王洲アイルは品川のそこですよ。天王洲アイル行ってきましたよ僕。品川ジブリ見にな。全然ちげえじゃねえ。鈴木敏夫店見てきって全然東京の話じゃない大阪のなんか違うやってたんだもん。なんか大阪の違うこと言うのかと思ったら全然関係ない東京の話じゃないダブのは改め本当にバルスですよ。私はブリッジ店は行きましたけどね。ブリッジ店行きました。挽回してきたんですか。挽回しないんですけどしてきました。あれ安本ちゃんってブリッジ出てた。僕あれがほぼデビューです。あれの茶道がそうなんですよ。だからバスタードが決まってガラですって発表された時に久保太斗先生から連絡が来てガラなんすねって来て、やっぱ久保さん僕と世代が全く一緒なんですよ。そうだよね。だからやっぱもうドンピシャなんですよ。そうか。すげえ喜んでくれたのが嬉しかったです。いやそうだよ。だってバスタード連載開始されたのしつこいようですが1988年昭和63年、僕は中1でしたが安本ちゃんは早生まれなんで僕の学年的には1個下になるんで小学校6年生ですよ。でもその辺の世代にこれ与えちゃダメですよね。うずくよね中1小6とか中2とか本当大変なことになりますよ。出会っちゃうと知っちゃいけなかったかもしれない。もしかしたらちょっとやっぱ人生の設計図が立派なものあったわけじゃないんだけどあれのおかげで声優になってるパーセンテージとしてはなくはないよね。オタクには引き込まれた気がします。我々はねだって死ぬほど今まで漫画読んできてるじゃないですか。がっちりバスタード覚えてるんですもんそう、当時だってさ88年っつったらジャンプがはちゃめちゃ面白いっていう。ドラゴンボールはもう80あれは4年に連載開始ですでにアニメ化もされてて88年でやっぱキャプツバもギリやってたでしょ。やってたかなと。結構正直こっちからの当然男塾ですよ。男塾もう今見ると本当意味がわからない。やばいまだだから
スラダンとかは始まってないです。そうですね。うん、スラムダンクが90年なんで確かこの80年代の末にですねそうねとんでもない爆弾がバブルのなんかそうだよね残りがすごい真ん中だごわっとした感じのすごかったよね。いや面白い。でもやっぱ衝撃的でしたよ。でもだから本当アニメもものすごい熱量で描かれてるけど、実はその原作を見てやられた当時の少年たちが大人になって今アニメ作ってるっていそうですね。監督とかもねそうですしね。原点である原作コミックね見てほしいですね。そうっか。だからガラを演じることになった時っていうのはまあ何回かもうその話こすって聞かせてもらってるけど、受けたキャラが何キャラかあったわけですよね。僕ガラとダイヤモンですねなぜかその2択でしたね。もう事務所からもこの2役でお願いしますと。そうですね。指名ですと。わかりましたと。いずれかでしょうと。ただ手応えはなんかダイヤモン結構あったんですけど、いざ蓋を開けてば小安さんでもう俺なんか吹けば飛ぶなと思いましたあんなの出されたら俺なんか吹けば飛ぶわと思いました。やっぱ小安さんのなんていうか引き出しというのか懐というのかちゃんと全部に面白ファクター残してるんですよね。怖くやっても面白くなるしすごいよね。まあそんなこんなで結果ガラに嬉しいんですよ。めちゃくちゃ好きです。ガラもともとキャラクター的には大好きですから。これはでもハマり役だと僕思うけど、やっぱ今思うとガラはやっぱ安本ちゃん以外いないんじゃないかなって思うけどね。いやでも改めて見るとなんかちょっと最初敵だけどなんか敵感がないまま戦ってて、結局もともと友達感覚がそうだよね。その後合流した後思った以上にお母さんみたいになってんなと思いましたね。俺ここまでの印象なかったんですけど、改めて読み直したり演じてみると母性のなんかそんな感じになってましたね。ダーシュに対するなんかしょうがねえなあいつはみたいな感じになってますからね。あとなんとなくやっぱ役どころ的にそうならざるを得ないんだろうけど、バランサー的なね物語のどっか説明をしてみたりとか。だいたいダークシャナイダーってすごい叫んでますからね。そうですね。だいたいこう温度の高い男なんでダークシャナイダー何かあった時に真っ先にダークシャナイダーと声をかけるダークシュナイダーっていつも言ってくれるの。めちゃくちゃ叫んでますよ高音担当低音担当みたいな感じ。ダッシュっていうやつが横にいますからね。そうですねこれ役的にはどうだったんですかね。すんなりいや難しさも当然あるけども、なんだろう自分の骨の部分というか、やっぱり若かりし頃からずっと好きでいて何度も読み返したことがあるし、大人になってからも当然読み返したことがあるから知ってるんですよねすでに。なんか不思議な感覚なんですけど。なるほど。だからなんか大変だけど違和感というかズレはそんなになく演じさせていただいたかもしれません。なるほどね。だからそっかブレてないんだ。俺なんてそういった視点で振り返ってみると、当時声優っていう職業を意識してたかどうかちょっと思い出せないんだけど、まあ高校自分からはなんとなくアニメ方面に携わりたいなと思って読んだ時に、その当時の谷山少年だったら多分ダークシュナイダーをやるなんてみじんも想像できなかったと思う。やっぱねカルスやりたいんだよね。なるほど、やっぱあっちの二の線行きたいんだわ。かっけえ方。そうピュアリかっけえ方。そうダーシュなんてだから想像もついてなかったし、今本当ガラとかあんなやっぱ低音ってイメージがあったから、僕はそもそも出せなかったしっていうのでね、カルスじゃない運命だったね、人生だったね俺はね。なるほど。わかんない。谷山さんを知ってからの俺たちから言わせてもらうとダークシュナイダー以外ないんですけど、ないんですけど、すごくそれ何カルスとか言ってんだろうって思うんですけど、俺たちからすると自分見えてねえなぐらいの勢いなんですけど。いや俺ねしばらく声優になってもいや俺もっと早く気づけばよかったと思ってる。ずっとプロになってもいや俺はカルスだと思ってたね。だからそんなんでオーディションも受けてたんだけど、やっぱなかなか受かんなくて、何かが違ったんだ。何かが違ったんだね。である時何かに気づいたのが弾けたのか、あこっちの方が生きやすいなっていうか、俺こっちなのかもっていうのは未だに自覚的にはないんだけど、気づいたらここにいたって感じなんで、結局だからまあでも年取るといつの間にかそうなる時ありますよね。ただそういった意味では安本ちゃんはブレてないんじゃない？いやでも俺こんなに大きい声出すと思わなかった俺人生でてか今俺演じてるキャラほぼ大きい声出す。面白いね。そういうのね、こんなに大きい声出すの俺最初ボソボソキャラから入ったんだけどなと思って。その辺の聞いてみたいね。全声優に聞いてみたいよね。桜井とか神谷とかさ、みんななんか入り口出口じゃねえけどいろんな紆余曲折ありますからね。そうだけどね。はい、さあ、まあなんかこれも月並みな質問ですけれども、アフレコだとか、13話までで
前半ですよね、はいまででなんとなく印象に残ってるシーンというか、当たり前だけど当然ガラがダークシャネダーに対して新魔人剣打ったところとか、でそこで負けて手取れちゃったと思ったら入ってきたとかあれこの彼は人ではないのってちょっと思ったりもしたんですけど人感出してるけど人じゃねえんだぐらいのそういう思いもしたのも当然印象残ってるけど、僕やっぱりハーロウィーンがやっぱすげえ印象があって、漫画でも開き使ってすごいド派手にやってたから、アーシャス・ネイトとダークシャナイダーのハーロウィーンの打ち合いがあれをアニメにした時に実際絵もすごかったじゃないですか。これはアニメになる意味があったなってすげえ思ったんですよね。そうだよね。これを見せ方してくれたらもうこの作品は本当アニメーションでよかったってすげえ思ったんですよね。やっぱアニメーターのそのなんだろうなダイナミズムなんか言うと気持ちっていうのが、もちろん分かんないけど、自分がアニメーターだったとしてこの作品携われたとしたらやっぱここ描きたいっていうシーンがいっぱいあるもんね。ここをアニメーション表現で表現したらで今だからこそできると思うのもあるんですよ。それこそ昔のテレビの作業費というかあれだったら4対3だったら多分見せられなくて今でからできるのがいっぱいある気がするんですよ。それがだからこれは楽しいと思って13話をすげえ覚えてますね。その後もね大変なことが起きましたけど。そうです、明日からでございますね。そうですね、14話以降でございますけれども、さあそんなアニメバスタード暗黒の破壊神、現在ネットフリックスにて第1話から13話好評配信中。明日9月15日から第14話から第24話まで、全世界配信待望でございます。ぜひご覧になってください。次回のラジオではそんな後半の見どころについてたっぷりトークしていきたいと思います、お楽しみに。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあメールを紹介していきましょう、ラジオネームかきぴーさん、気象さん、安本さん、こんにちは。お二人のバスタードトーク楽しみにしてました、気象さん演じるダーシュの低音の呪文にしびれつつ、陽子さんの前では犬になる可愛さにもだえ、安本さん演じるガラの男気と優しさに感動しつつ、詳しい解説に笑ったりとても楽しんでいます。テリーマンポジですか。そうですね、確かに気象さんや安本さんのお互いのダーシュとガラの演技について印象だったなと思うところがあれば教えていただきたいです、個人的にはダーシュ VS ガラの時に瓦礫に挟まれ、ダーシュがガラに大雑把なお前を俺は気に入ってる発言をしたシーンが印象的でした。2人の表情や声から2人の関係がとってもいいなって思いました。後半も楽しみにしています。確かにね、あんだけバチバチにやり合った後ケラケラで、もう笑って済ますみたいなのありましたね。戦ったらもうタイマン張ったら友みたい、友達ダチみたいな、昔のヤンキー漫画みたいな強敵と書いて友と読むみたいなね。なんかもうすぐすっきりしちゃうっていうのはなんか大丈夫なのと思ったけど、もうガラが初めからなんでしょうね、受け入れてカルスのところにいるっていうよりもガラがガラで勝手にいたっていうだけだったから、別動隊みたいな感じだったよね。だから別になんかすんなりそっち側は思えたけど、でもそれは関係性で友達だったんだなっていう、一番最初にやっぱダークシュナイダーとしてもなんか作品の見せ方って順序もあるんだろうけど、ガラがつまり右腕っつったら何なのかな、相棒というかに近しい、一番そういうなんか言ってみればバディ的な視点があるとすれば、ガラがそれに値するんだなとキャラクターとしてもう思うし、あとやっぱね、どのシーンがっていうか、俺ガラが安本ちゃんっていうのはね、俺相当だ低音業界ってあるでしょ、声優にも低音業界低音声優なりのいらっしゃいますね、の中でもやっぱいろいろはめるんだけど、できそうな人何人かいるけどね、やっぱガラの人の良さというか、悪人じゃないですね。そうで、それってね、声を作ろうとすればするほど遠ざかっていって、割と安本ちゃんのこれはいい意味でそんなに器用じゃない部分っていうか、なんかこうそういうナチュラルな声の質がなんかガラにとても合ってるなっていう、すごく勝手に僕は偉そうに分析するんですけど、いやありがたいですよ、人の良さみたいな感じになっちゃって果たして安本ちゃんやめろ急に悪口になる少年がどうかは知らんけど心根の部分がただそういう声には割と人物乗っかっちゃったりするから、そういった意味でガラっていうとてもいいキャラな部分っていうのは安本さんのその声の芯の部分がとても合ってるなって僕は思いますけれどもね。僕は気象さんのは
まあ、当然座長っていうポジションっていうのもあるし、キャラクターっていうのもあるけどやっぱ圧倒的じゃなきゃいけないから、まあテストとかからもうすげえ全力でやってくれてるのであれは一緒にやってる人たちは温度が上がるんですよね、サボらせねえぞっていう。そうあれはでもねしびれるから、俺はいい現場、しかも結構一緒に撮れたからそうだね、僕は、すごく嬉しかったし、なんかなんでしょうね、一時まあしょうがないですけど忙しい人たちがいてテストちょっと本番用にテスト抜く人もいるじゃないですか。わかります。それは喉のコンディションとかもあるからわかるけど、谷山さんテストがフルスロットだから、まあ僕割と喉が強いのが全然叫んでもどんどんなんだろう、やっとモーターのコイルが温まってきたところだぜみたいな感じになっちゃうねブライ派みたいな、真っ赤なバイクを乗りますみたいな。でもピーキーすぎるでもそういうところとかもちゃんと真ん中を張ってくれてるし、ダークシュナイダーたる人だなと思って、ありがとうございます。そこはすごく気持ちよかったし、お芝居もまあ僕らはもともとダークシュナイダーだと思ってたから別のね某先輩たちとバスタード今アニメ化したらみたいな話をした時ほぼ 100% ダークシュナイダー岸尾さんでみんな言うから。ありがとうございますおかしいの俺カルスだと思ってんだけどな自分で。だからそう別のね先輩だいてバスタード受けた人たちいっぱいいたからどうだったら僕はガラ決まりましたよみたいな話をしたら、ダークシュナイダーは岸尾さんって全員がだろうねって言ってたんですよ。全員です俺そもそもカルスを受けさせてももらえなかっただからそういうことなんですよおかしいな。二の線まで俺諦めてないんだからいやダークシュナイダーもかっこいいですよありがとうございます。いやだからねすごく良かったですよ僕自身も。まあなんかみんな納得のキャスティングっていうのはなんかあるな。杉田のアビゲールもいやすごいね、あれは彼ゆえのさあ次の、メールいきたいと思います、ラジオネーム超ベリーメッチャさん。アニメ第4話の伝説のスライムシーン拝見させていただきました、以前特番で尾崎監督がこのシーンのためだけにこのアニメを作ったと言っても過言ではないとまで言わせ、自ら原画まで描くという本気度のシーン一言で言うならばたぎるでした。なるほど。陽子さんの生めかしい肌にまとわりつきながらぬるぬる動くスライム、じわじわと溶けていく布切れ、いつも強気な陽子さんから漏れる恥ずかしげな吐息、全てが素晴らしいクオリティで原作以上にたぎってしまいました。なるほど、このシーンを見れただけでも人生に一片の悔いもありません。大丈夫か実際に見ていかがだったでいしょうか。やそれは監督がね命がけで生きやすせって言ってた分そうね、まああとはなんでしょうね、これはいいトラウマを我々に与えてくれたシーンじゃないですか。スライムってこんな使い方あるんだって。それ以降だって服とかスライムちょいちょい生まれているから。で僕ら世代でそれこそ世代論で言うと、実は RPG とかファンタジーにおけるスライムって実はドラクエのが先なんですよ。だから鳥山明スタイルの可愛らしいスライムってで僕らより上の世代でテーブルトーク RPG とかウィザードリーとか知ってるお兄さん諸先輩方はいやそもそもスライムってそうじゃねえっていう。正しい元々の、ファンタジースライム感っていうのを萩原克先生が実は88年で伝説のスライムシーンで描かれたというのが余計にその振り幅として鳥山スライムで慣れてた俺ら世代があれ可愛い顔がねえぞとお姉ちゃんいじめてるエロみがすごいヒノキの棒ですぐ倒れるくせにとそう竹竿でつついてたのにさ棍棒で潰してやってたのにさっていうそのなんか、ギャップ感もあって、この第4話の伝説のスライムシーン尾崎監督も多分我々と同世代っちゃ同世代でしょうね。なんでここにかける思いっていうのはなんか世代間のその1個体重が乗っかってる感じを僕は勝手に感じたんですけどね。いやだし俺ここ監督が褒め言葉で言うんですけど、いかれてんなと思ったのが、このシーンを描くために本当にやったんですよってのを、もう堂々と言って話すじゃないですか。いや山ほどシーンあるわと思って、俺らキャスティングでどういう気持ちでそれ聞きゃいいんだよここに命をかけましたっていうバトルわしらめっちゃ張っとるよこれ声めっちゃ頑張ってんだけど削ってでもまあここもそうだし他にもいろいろね我々にインパクトのあるシーンもあるけども、そういうところも大切に作ってくれたっていうことなんだと思うんですけど、嬉しい反面頼もしい反面大丈夫かなと思いながら、何か欠落してる監督だなと。そうですねいい意味で、という僕と安本ちゃんの共通した見解ということでございます。はい、その中でメールまだまだお待ちしてます。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあ次のコーナー、中二病黒歴史審問会。黒歴史というべき異端だと思ってもらいたくてやっていた中二病な
コードを送ってもらうコーナー、あーはんはんはんそれが黒歴史に該当するかどうかを僕と安本さんでジャッジしたいと思います。これはだって一言じゃ言えないけどね、いやそんな男子ですよ、うん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 、中1ぐらいから中3までかな、はいはい、まあなんなら未だに続いてるもんだけど、中二病というやつですね。中二病ってこれはもう絶あったあったあっ対た、誰もが通ってますか100%あら、うん、それこそだって元を正せばちっちゃい頃にカメハメハ出るかなって思ったのだってそうじゃないですか、ある意味そうだねそうだよね出やしないんですけども、しないんだけどね、出るかもと思ったのもそうだし、そういうとこですね。俺結構いろいろあったけど、多分ちょうどその頃、ゲームがいろいろなんですかね、わーって出始めていろんなゲームをやってる時に、まあ、ドラクエでもいいですし、最初は三国志とかでも武器とかがあって、はいはい、その武器を持つと武力が上がるとかだから、オリジナルの武器めっちゃ考えてましたね。あーいいよね俺もさ絵心ないんだけど、はい、ドラクエやっぱドラクエだったの、はいはい、ハマった時中1中2ぐらいの時にもう自分で考えた新しいモンスターとか、はいはいはい、なんか作ってたもん。でもちょっとずつ鳥山先生のパクってんだよね。ただのパチモンなんですよ、ね、パチモンだそうそう、それはね俺もめっちゃやってました。あとやっぱさ顔に絆創膏貼りてえじゃん憧れたなほっぺに傷とか、はいはい、傷ねえのに俺貼っていったことあるわ。恥ずかしいよ、憧れたな。恥ずかしいよ。あと今でこそ本当に目悪くなったけど、目悪くなかったからメガネ欲しかった、あー俺もクイってやりたかったねメガネ欲しかった、クイってやりたかった。朝起きてこうメガネをこうかけてこうなんか洗面所まで向かいたかったよね。漫画とかのメガネキャラの銀縁メガネかっこいいのに、いざ僕最初に銀縁買ったんですけどめっちゃ変になるんですよねなんかまあ今よりもちょっとダセえメガネだったのかもしれないけどなんで俺銀縁するとこんなにクソ坊ちゃんみたいになるんだろうと思ってあとこれ中二病ではないけど出てくんなおい中二病ではないけど世代の話、はいはい、皆さんご存知ないと思うけどケミカルウォッシュっていうジーパンがあって、あれを良かれと思って履いてました。ごめんなさい本当にきついっす。いやーきついっす。今なんかハイウエストのケミカルウォッシュをかっこよく履く女性とかいるじゃないですか。あれずるいよね。なんで俺たちの時あれかっこいいと思ったけど死ぬほどダサいじゃないですか。クソダセ2位ぐらいダセなんであれを履けたんだろう。全部の中で2番目ぐらいにダサいねあれね。でも履いてましたケミカルウォッシュ履いてた。かっこいいと信じてましたもん。そうなのよ。ちょっとボンタンチックでね、いやちょっとダメだこれ止まんないんで、ちょっとね皆さんのまずメール届いてるんで、はいはい、エモめのメール届いてるんで紹介します。ラジオネーム稲子さん。闇のラジオの放送が嬉しすぎて封印していた黒歴史を記憶の底からいくつか引っ張り出してきました。そのうちの一つ、当時中3だった私は同級生よりもちょっと知識の多いませた少女でいたくて、はい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 、当時売っていたティーン向けのエッチな本を買ってそれを友達に自慢していました。塾に行く前に本屋に寄ってこっそり買って塾から帰ったら自室に駆け込んで買った本を隠してたのが懐かしいです。黒歴史として該当するかぜひジャッジしてください。まあこれは黒歴史というよりも、そういう勇者がいたじゃないですか、そうね、学校にこれ女子だけじゃなくて男子にもいたじゃないですか。エロ担当のこれ絶対にダムド入ると思うんですけど、昔漫画でダメだあったそれを買ってきた勇者がいて学校に持ってくんですよすごいよ、ね、そういうやつでしょ要は、そうやっぱユージン大先生の宇部出身のやっぱエンジェルとか校内写生とかもそうですけどね、そういうこと。ダメだまあ勇者だね。そうあれはもう今だって絶対に存在しちゃいけないタイトルの漫画だから、それを買ってきたやつがいてみんなでまあまあって言いながら見てすげえって言っていっぱい技名があってクソ笑うんですよね、確かにね世忍ぶ仮の姿からもうダメだ変身するとき何回ダムド入ってんだろダムドマンがねいやあれひでえもんですよ。昭和って恐ろしいなと思いますよ。思えば本当。でもさ、エログッズを隠すためにこうカモフラージュするでいうとさ、エロビデオもそうじゃないですか、やっぱなんかロッキー11まであった家ありましたからね隠しすぎて結構それ前僕のラジオでもやったんですけどカモフラージュ選手権ってのをやったんですけど、どうやって隠したで、結構 F1 多かったっすね。お母さんが興味ないからっていう。なるほどね友達で、なんかロッキーがもう5とか超えちゃって、いや見たことないんだけどみたいなあったっけそんなロッキーシリーズってみたいな。あとピアノ奏者のブーニンっていうピアノ奏者が当時いたんですけど、ブーニンって書いてたらお母さんに見られたってやついましたね俺なんかね中2の時にやっぱどっか修学旅行的ななんか
少年自然の家に3泊4日とかで行くわけですよ、はいはいはいで友達同士で貸してたダメだってのがあっまあ穏やかな時代にねたしかもそう孫じゃないなんか息子テープぐらいでまだまだガチ綺麗女優のそう肌がね緑色とかになるんだけどひ孫とかになるそうねまだ綺麗だったやつをなんか帰ってきたらお母さんに庭で焼かれてたっつって焚き火と一緒にてめえみたいなお前みんなで回すお前何やってんだよタクロンだぞと何おかんに見つかるとこにやってそこ何泊に出かけてんだおめえはっつってみんなにボコられてたやついたからごめんっつって庭で焼くダメだいやそうちゃんごめん次の紹介しわてかりました、こういうことやってくるかバスター谷さん、今回ジャッジしてもらいたいのは僕が中学2年生の頃日常的に行っていたあるトレーニングです、防波堤へ行ってはテトラポッドの上を飛んで跳ねて駆け抜けていました。なるほど、それもどのテトラポッドがどんな角度で配置されているかを覚えてしまうほどタイムを測ったことはないのですが、同じ部活の仲間に見つかった時に競争したら仲間を完全に置いてきぼりにしてぶっちぎって何度も往復するくらいには速くなっていましたとても危ないので本当に真似しないでください。これは黒歴史というか中二病エピソードだと思います。あの頃は若かったな。すごいねでもねでも気持ちはわかりますよ、わかるねなんかあの頃ってやっぱあれだよね何も考えてないから体が自由に動くんだよね疲れないし、あと身軽身軽そう今もう懸垂できないもん俺びっくりするぐらい体重くなってるもんねまあ実際成長したのもあるけどこの確かに中学校ぐらいの時は、一番機敏だったかもしれないですね。で実際自分の家のそばにこれあったら俺やってると思います。テトラポットね、確かに攻略なんかマリオの1の1みたいな感覚でそう勝手にそれが己でゲーム感覚でステージにしてやってると思います、俺も。そうだよねなんかでも似たようなのあったかな。やっぱ僕も結構運動とか得意なタイプだったからやってたかもな身軽で。それこそなんか小学校ぐらいの時の校庭の遊具って今思うとすげえやばくない？デンジャラスなのばっかですよ。デンジャーだよねあれ。運転ってあったじゃないですか、俺運転の上をやってたわ。運転の上を誰よりも早く駆け抜けてました。上をうちらアリ地獄っつうのなかった？アリ地獄っつうのがあってぐるぐる回るやつ、すり鉢状でしかも全然危険なのよ。こけたらただのもうコンクリートだから、もうずるむけなんだけど、みんなあそこぐるぐる遠心力で回って抜けていくんだけど、あれ得意だったし、あとなんだっけ階段あるでしょ。で木製で古いから昭和の建物だったから、あの手すりがねそこに腰掛けて滑って落ちれるんだよね。やってたああいうツヤツヤになってるやつね。そうみんなが滑るもんだからもう鉄火であれやってたな。あとなんかまん丸の鉄の骨組みみたいでぐるぐる回るやつなかったですか？あったような気がする、あれはぶん回して掴んでもう足とかもうほぼ真横になるぐらいの勢いでぐるんぐるん回ってるやつとかいて、今思うと恐ろしいですよ。恐ろしいよ。でもだから身体能力高いかもしれないけど確かにねあの頃っていう、ブランコ一回転するやつたまにいましたよね。そうだよね、そうなんだよ。一回でしよったみたいな。ブランコでやりながら最初靴飛ばすやつやりませんでした？やった絶対どっちが飛ばし大会ね。最終的に本体が飛ぶようになりませんでした？そうもう人間いっちゃうよ。己がどこまで飛ぶかみたいな。己自身で勝負みたいな。大体ブランコって前に柵があって柵に衝突して怪我するやつがいいんですよ。よくあれで骨とかも言ってたのかな。言ってるやついましたね。そうだよね。俺自身は行かなかったけどやっぱ言ってたよな。鎖骨よく折ってるやついました。鎖骨が一番折れるからね。さあ続きましてラジオネームプリンさん、中二病黒歴史審問会という個人的に私にぴったりだと思ってしまったコーナーがあったのでお便りを送らせていただきました。私のエピソードは大学1年生の頃、他作品のお話になり大変申し訳ありませんが、バスタードと同じ週刊少年ジャンプにて連載されていたブリーチという作品に、司法院夜市というキャラがおり、私の下の名前が楓なので同じ漢字が入っている喜びから LINE のアカウント名を司法院楓にしていました。それと仲の良いバイト先の男の先輩からやめろとお叱りを受け、泣く泣く変えることになりました。周りからは先輩の反応は当然だと言われましたが、個人的には今でもあまり後悔などしていません。これが黒歴史に当たるのか皆さんでジャッジしてください。 PS 楓という名前は岸尾さんも大好きなスラムダンクのルカワ楓から父親がつけたものです。すごいいいな。俺ルカワくん結構好きだよ。これでも全然恥ずかしくなくないですか？なんかいっぱいいるしそんなやつ。そうこれを痛いって思う感覚も分かんなくはないけど、やめろ絶対っては思わないね。
うんギャグのつもりでつけて滑るよりは、己が好きなもんつけてる方がいいじゃないですか。そうだよね。だって LINE の名前をドラえもんってつけてたらだって滑るじゃないですか。まあある意味そうだそれよりはなんかオタク感は出ちゃうけど、いいんじゃないと思いますけどね。ちなみにはいルカワ楓、流れる川と書いてルカワっていう名字はないみたいですね。流れ川なんですって。ルカワと読ませる名字はないって聞いたことがあるけど、へえ。だからまあ井上先生のある種言ってみると創作というか。いやようできた名前ですよね。でもキャラ的にもうルカワですもんね。そうなんだよ、流れ川じゃないんだよね。カリメロが言い間違えたのとそうなん違うんですよ。花道もそうだしようできてますよあの漫画マジで。いやもう本当につけ入る好きがもうないんじゃねえかな。スラムダンクはもうみんな好きだったからな。いや楓っていう名前もいいよな。なんかこういう名前が良かったとかってのある？俺はちっちゃい頃幼少期キシオっていう名前がまあ変わってていなかったから他に一番なりたかった名前は実は健一なんだよね。へえ。もう健康第一の健一だから鈴村健一の健一になりたかった。だから当時なんかアニメでさ俺ら幼少期よ保育園とか幼稚園児に主人公で健一っていう服部君じゃなくてロボットアニメでなかったっけ？コンバトラー V かなんかじゃなくてなんとか健一っていうなんかその健一がいいなってずっと服部君しか出て健一氏しか出てこなかった。生木安本ちゃんないなんか俺名前とりあえず自分の名前ひろきが今のこと全然気に入ってるんですけどかっこいいじゃん。訓読みと音読みが混ざってるんですよ。おーはははは。だからひろたかが良かったってなぜか思ってたんですよね。ひろたかね。いつもひろたかって間違えられてたし。俺ものり焼きに間違えられてた。はい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 。だからいっそひろたかであればいいのにと思ってました。でも今なっちゃこの時でひろきっていないからそれはそれでいいなと思ってるんですけど、若かりし頃はなんかなんだ異端も異端で嫌だったし普通の要素も欲しいしみたいなので、あと俺らのそういう年代は今でいういわゆるキラキラネームっていなかったよね。はいはいはい。まあいたかもしれんけどそういう認識ではなかったですよね。そうだよね。俺らでなんだろうなそういう名前じゃない。星座がありました。セイントセイヤのせいで。俺魚座だから本当嫌だったんですよ。魚座めちゃくちゃ迫害されてたんですよセイヤのせいで。やっぱいて座とかがいいよね。そうサジタリウスに憧れるんですよ。アフロディーテじゃダメなんですよ。ね。俺獅子座のレオだったからそれはかっこいいですよ。まあそう強めだったんでよかったけどね。確かに今もっと中二的感受性で言うと魚座が辛かったんですよね。それはありました。あるな。でも結構俺らの世代の魚座みんな迫害されてます。確かに。さあそんなわけで今思い返すと恥ずかしいそんな中二病エピソードをお待ちしています。以上中二病黒歴史審問会でした。ラスター暗黒の破壊神闇のラジオ編。はいお知らせ。まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中。第14話から第24話は9月15日明日より全世界配信予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラスヤンジャンゼブラックでも和単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディゴスエンターテインメントよりダークシュナイダー、ネイ、ヨーコほか、フィギュアの発売が決定。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。はい、主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドラインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルの、ブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。以上お知らせでした。ラスター暗黒の破壊神闇のラジオ編。Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってください。さあエンディングのお時間です。安本さん、はい、やっぱ同世代そうっすね、男盛り上がるね。なんだろう回ってねえというか使えねえところの話がやばかったですね。ダムの番は別としてそうっすね。ダムのどころじゃないところはまるっとカットだから。いや
くお話しさせていただきました。まあ次回もご出演いただくということで、お世話になります。よろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次回、次回は9月の28日にお会いしましょう。お相手はダークシュナイダー役谷山紀章とガラ役安本博樹でした。バイバイ。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしたぜ。 It's so easy to get lost here.